世界で最も若くして出産した少女を知っているだろうか。その子の名はリナ・メディナ。彼女が出産した若すぎる年齢とは、そして後に歩んだ壮絶な人生とは果たして。はいどうも、アルゴメトリのケンちゃんです。どうも、鬼殺隊闇柱、闇兄子よ。闇の呼吸、1の方、うわ、引かかせ鬼殺隊霧柱、ケンちゃんです。霧の呼吸2の方、脇スプレー何それ。というわけで今回は世界最年少で出産したある少女の話をご紹介していきたいと思います。世界最年少で出産した少女、リナ・メディナ。若すぎる年齢と謎に包まれた妊娠の理由とは。若すぎた妊婦。皆さんは2000年代に話題だったドラマ14歳の母を覚えていますか？ 14 歳にして出産し母親になる少女の物語が大きな反響を呼びましたよね。実際に10代で妊娠し出産する女性は日本で約1万人もいると言われているんです。現在ママさんタレントとして活躍している辻希美さんも19歳で妊娠を発表していました。世界的に見るとなんと10歳以下の低年齢の出産記録もいくつか確認されているんです。1910年に中国において父親が9歳、母親が8歳という家族が誕生しました。その後、1930年には当時のソビエト連邦、現在のロシアにおいて6歳の少女が出産したと伝えられているんです。すげえな。日本でも都園小説という江戸時代の怪奇話集に現在の茨城県取手市藤代で戸谷という8歳の女の子が男の子を産んだ話が記録されているんです。しかし、これらの記録を覆す世界最年少で出産した少女の記録は信じられないほどに若い年齢だったんです。その年齢はなんと5歳。世界最年少で出産した少女の名前はリナ・メディナ。なぜ彼女は5歳で妊娠し出産することになったのでしょうか。彼女は1933年にペルーのポーランジェというところで誕生し、今もまだ生きているんです。人形遊びが好きなどこにでもいる普通の少女だった彼女の人生はある日急展開を迎えます。彼女が5歳の時、両親が彼女のお腹が異様なくらいせり出してきていることに気がつき、大急ぎで病院に担ぎ込みました。はじめは大きな腫瘍ができたのではないかと心配していたのですが、医師の診断は衝撃的なものだったんです。なんと、お腹がせり出してきている原因は腫瘍ではなく、妊娠だったんです。その時すでに妊娠7ヶ月ほどだったんです。その時の写真がこちら。小さな少女の腹部は体の何倍もの大きさに膨れ上がっているのがわかります。そんな彼女を診断した主治医のヘラルド・ロサーダ医師はペルーの首都リマの病院に連れて行き、改めて精密な検査をし、妊娠が間違いないものだということを確認したんです。それから24時間体制で彼女を看護し、1ヶ月半後の1939年5月14日に男児を出産。この時骨盤が小さすぎて通常の分娩が不可能だったため、帝王切開での出産だったそうです。手術は麻酔科で3人の医師ロサーダ、ブサイユ、コラレータによって行われました。こうして医学史上世界一若い5歳7ヶ月21日の母親が誕生したんです。男の子は 2700g のごく標準的な赤ん坊で、名前はヘラルド・ロサーダ医師にちなみヘラルドと名付けられたんです。なんでやねん。出産後の状態は母子ともに健康で数日で退院したといいます。5歳は早すぎよ。ちょっとあんた5歳の子何してたのよ。俺エロ本読んでた。もうエロ本しかあんたから出てこないじゃない。幼少期のケンちゃんから出てくるのエロ本なのよ。本当にもうミルクボーイみたいになっちゃったわよ。ちょっと出産の謎。5歳という驚くべき若さで出産したリナ・メディナさんですが、一体なぜこの若さで妊娠することができたのでしょうか。本来であれば10歳以下の女性のほとんどは月経を経験しておらず、十分に妊娠や出産できる状態になることはほとんどないとされているんです。当時まだ5歳だった彼女が妊娠できたのには、彼女の普通の少女とは違う体の特性に理由があったんです。その理由とは。リナ・メディナさんの出産の様子はフランスの医学会の会員であったエドムンド・エスコメル医師によって学会誌に報告されました。その報告によると、彼女は生後8ヶ月で初経を迎えたこと、4歳で乳房が成長し始めたこと、妊娠後に骨盤が広がるなど骨格的な成長が見られたことが記録されていたんです。つまり彼女は年齢からすると考えられないような体の成長をしていたんです。出産後、息子のヘラルド君と写る実際の写真があります。こちらです。いや、可愛いな。
確かに一般的な5歳児と比べると腰回りはしっかりし女性的な体をしているようにも思えます。これは性早熟症と呼ばれる症状であると考えられるんです。性早熟症とは体の二次成長が通常よりも早く出現してしまう症状のことを言います。この症状が起こると女子では7歳半までに乳房が膨らみ始める、8歳までに陰毛脇毛が生える、10歳半までに生理が始まる、男子では9歳までに精巣が発達、11歳までに脇毛ひげが生える、11歳までに声変わりをするといったように 2,3 年程度二次成長が早まって現れるんです。この症例は日本でも確認されています。女性だけではなく男性にも発症するものなので、日本では伊藤英二さんという方が小学2年生で声変わりをして4年生の頃には体格は大人顔負けに出来上がり163センチ 68kg もあったそうなんです。怖えわ。しかし性早熟症にしてもリナ・メディナさんの例はかなり特別なものだと言えますよね。そのため5歳という若すぎる年齢であったとしても妊娠出産は可能だったんです。そしてこの出産にはもう一つ大きな謎があります。それはリナ・メディナさんを妊娠させた人物であり赤ん坊の父親は一体誰なのかということです。5歳の幼女が妊娠したとなると通常のように恋愛関係にあり性行為に至った可能性は考えにくいですよね。つまり性犯罪の可能性を考えなければならなくなってしまうんです。そう考えた主治医を務めていたロサーダ医師はリナ・メディナさんの実の父親を児童性虐待の疑いで警察に通報し逮捕させたんです。しかし証拠不十分だったため釈放されることになってしまいます。彼女に子供の父親のことを尋ねても妊娠のことをよく理解していないこともあり明らかになることはありませんでした。また DNA の鑑定技術は1980年代に発表されたものであり当時は科学的に検証することもできなかったんです。現在もリナ・メディナさんはご存命のようなんですがマスコミ取材は一切断っています。そのため今もなお子供の父親の正体は謎に包まれたままなんです。父親がわからないのは無責任すぎよ。私だったら絶対男は逃がさないわよ。近寄るな。出産後の人生。ヘラルド君を出産した後のリナ・メディナさんの人生は一体どのようなものだったのでしょうか。驚くべきことにメディナ一家はその後も地元でごく普通の生活を営んでいたといいます。ただしヘラルド君に対しては母親がリナさんであることは隠され姉だと信じ込まされていたんです。彼が10歳の時にやっと母親がリナさんであるということを知らされたそうなんです。いやーいきなりそんなこと言われてもねどんな気持ちになるか想像つかないですよね。育児に関してはロサーダ医師が手助けをしてリナさんが成長してからも秘書として雇いヘラルド君を高校まで出してあげることができたそうなんです。その後1972年彼女が38歳の時にラウル・フラードという男性と結婚するんです。そしてヘラルド君の誕生から実に33年ぶりに2人目の出産を果たします。周りの助けもあり幸せな人生を送ることができていた彼女だったんですが悲劇が訪れることになります。1979年長男であるヘラルド君がなんと40歳という若さでこの世を去ることになってしまったんです。原因は骨髄の病気でした。詳細は公開されておらずこの早すぎる死と母親が若くして出産したことの因果関係は不明のままなんです。現在彼女は85歳リトルシカゴとして知られるリマの貧困地域に今もひっそりと暮らしているそうなんです。歴史上その時代に存在していてはおかしな物体オーパーツ。存在していたとしたら歴史が根底から覆される謎の物体たち。そんなオーパーツに隠された真実の歴史とは。チャンネル登録と高評価よろしくね。